はい、皆さんこんにちは。エゴドライブの鈴木です。今日のテーマはですね、テスラの最新 FSD バージョン13についてね、話していきたいと思っています。先日ですね、テスラの完全自動運転、FSD ですね、そのソフトウェアが、これまでのバージョン12から、バージョン13へと大幅な進化を遂げました。今日はですね、そのバージョン12と比較して、バージョン13で変わったポイントをね、できるだけ分かりやすくね、解説していきたいと思っています。で、その変わったポイント、これね、大きく分けて3つあります。で、それぞれね、順を追って説明していきます。1つ目がね、エンドトゥエンドのニュートラルネットワークの強化ということで、何やら難しい単語が出てきましたけども、これね、要は簡単に言うと、車が行う運転がもっと人間らしく、より自律的に判断できるようになったっていうことなんですね。従来の自動運転では車が受け取ったデータを検知、それから分析、それから判断、そして行動といったですね、個別のステップに分けて処理してたんですけども、このエンドトゥエンドのニュートラルネットワークになってくると、これらをね、一つの大きな人工知能、いわゆる AI がまとめて行ってくれるっていうものなんですよ。で、具体的にはまずですね、シンプル化、カメラで取得したデータを AI が直接解釈して、そして運転に必要な動作、これね、アクセルとかね、ブレーキとかハンドル操作っていう、そういったね、運転に必要な動作があると思うんですけど、それらをね、AI が直接決定をするんですよ。で、続いて、判断力の向上ですね。人間が運転する様子というものをね、大量に AI に学習させたことで、よりね、人間らしい滑らかな動きっていうものを、AI がね、再現できるようになったんですね。で、3つ目が未知の状況への対応。複雑な交通状況でもより柔軟で、安全な判断をね AI ができるようになったってことなんですね。つまりバージョン13では AI がさらに賢くなって、そして運転がより自然でね、さらに安全になったっていうことなんですね。で、2つ目、新機能の追加ですね。はい。で、どんな機能がね加わったかっていうと、一つはね、駐車状態から直接自動運転をオンにできるようになったんです。はい。これまでのバージョン12っていうのはね、それができなかったんですね。要は走り始めて、それからスイッチをオンにすることによって、自動運転がオンになったんです。で、さらに FSD 中でもリバース、つまりバックですね。これがね、自動でできるようになったんですね。はい。ということは、アメリカの場合って駐車場に車止めるときっていうのは基本的には前入れですから、日本だとねバックから入れると思うんですけども、アメリカの場合には前から入っているので、そこでねFSD をオンにできるということは、バックで自動で出てくるんですね。バックでその駐車場から出てって、それから前にね自動で進んでいくということになります。で、さらに目的地に着いたら自分で駐車場を見つけて、パーキングできるようになったんですね。これすごい機能ですよね。これまではそういったことがなかったので、近くになるとFSD コンプリートって形で終わったんですけども、このバージョン13からはね、自分で自力で、パーキングを探して止めてくれるってことになります。で、そして3つ目、スピードプロファイルの改善これもね、なかなか難しい単語だと思います。要はですね、車が状況に応じてより自然で、適切なスピード調整をできるようになったってことなんですね。具体的にはまずね、街中での運転。はい。以前のバージョンだと、信号とか交差点などで急に加速したりとか、逆にね不要なタイミングでいきなり減速してしまうなんてことがあったんですよね。急発進とかね、そう急減速とかそういったものが前のバージョンまではね少しやっぱ見受けられましたね。ところがバージョン13では周囲の状況をAI がより自然に判断してね、よりスムーズな速度調整を行えるようになりましたということです。はい。で、それから高速道路での走行。以前はですね、合流地点とか追い越しなどの場面でね、不自然にね速度が上下することがあったんですね。ところがバージョン13ではその速度の増減がね、まさに人間が運転する感覚に近くなったと。そして、追い越しとか合流もよりスムーズで、自然な感じになったんですね。
つまりスピードプロファイルの改善っていうのはね、その速度調整がより人間らしくなって、で同乗者も安心してね乗れるような運転ができるようになったっていうことなんですね。で続いてですね、実際に自分がこのバージョン13に乗ってみた感想ですね。はい。実はですね、私たちの会社では、いくつかテスラのモデルを持ってるんですけども、今回ですね、自分たちの持っているモデル Y、これがですね、バージョン13、正確にはねバージョン13のポイント2ってやつですね、 V13.2 ってやつですね。これにソフトウェアのアップデートがされたので、実際にね、自分で乗ってみました。で感想ということなんですけども、これね一言で言うと本当に人間っぽくなりましたね。はい。すごい滑らかになりました。そうですね。バージョン12もかなり慎重になったなっていう印象は受けたんですけども、それよりもさらにね慎重になったっていう印象は僕受けましたね。要は慎重になったっていうかね、より安全運転になったっていう言い方の方が正しいかもしれませんね。はい。それはそれで良かった、すごく安全安心な感じは受けたんですけども、一つ感じたのはね、その信号のない場所で大通りをね、左折する場面なんかっていうのがあるんですけども、そこなんかもねかなり慎重だから後ろからね車からねそのクラクション鳴らされたことも実際ありました。はい。だからねちょっとそこが若干ね遅く感じたんで、これだったら自分で運転した方が早いなっていうふうにね正直思う場面もねあったのは正直言うとそういうことは思いましたね。はい。であとねやっぱりそのバージョン11からバージョン12ほどの驚きはなかったですね。バージョン11から12の進化っていうものはやっぱりものすごかったんで、それこそあれは AI が主体になったのがね、バージョン12、バージョン12からだったんですけども、あの時は本当に驚きましたね。今回のバージョン13へのアップデートはそこまでの驚きはなかった。ただそれでも止まってる状態からスタートできるっていうのは本当にすごい。バージョン12の時点で、これできたらいいのになっていうふうには思ってて、いつからつくのかなっていうふうにねずっと期待はしてた、機能だったので、今回バージョン13でねその新機能がついたっていうのは本当にねこれは進化、嬉しい、本当に驚きました。はい。まさにね自分で駐車スペースから後ろの後方安全をねカメラが確認して、安全であればバックして出ていくと。そして、自分の行きたい方向に向きを変えて、で自動で出発すると。で、ずっとこう自動運転でね目的地に向かって走ってって、で目的地に着いて、そしたら自分でねパーキングを探して、止めると。でアメリカの場合には基本的には前入れなので、前からねパーキングするんで、バックで、止めるということはないんで、日本でねこれ FSD、実装されたらどうなるんですかね。もしかしたら、ね、日本って後ろ入れじゃないですか。だから後ろから入れるような形になっていくんでしょうかね、日本仕様ということで。ちょっとねその辺も若干ね気になるポイントではあるんですけども、そんな感じでね、バージョン13に関してはいくつかの進化が見られましたということですね。はい。で、今後一体このテスラの FSD どうなっていくのかっていうところですね。一つのね大きなアップデートが控えていると思います。これ何かっていうと、スーパーバイズドからアンスーパーバイズドになるタイミングですね。これ何かっていうと、今現在のバージョン13までっていうのはスーパーバイズドなんですよ。これ日本語にするとね監視機能付きなんですね。つまり手はハンドルに置いてなくても構わないけど、視線は前じゃなきゃダメだよっていうことなんです。これテスラの場合にはねその車内にカメラがついているので、そのカメラで自分の視線の位置っていうのはねこう見られちゃってるんですよ。だから視線をこうずらしたり外に向けたりとか後部座席に向けたりとかするとですね警告を受けて、最悪の場合は FSD を止められてしまうっていうね、ことにもなってしまうんですけども、これがですねアンスーパーバイズド、つまり非監視機能付きですね。こっちになってくるともはや監視されない状況になるので、言ってみればね前見てなくてもいいよと、外見ててもいいよと、後部座席見ててもいいよと、もしかしたら
モニターでね、そのテスラの場合 YouTube とかも見れますから、 YouTube 見たりとかゲームしたりとかしててもいいのかもしれないですよね。その辺がねどうなっていくのかっていうのがすごく気になりますよね。技術的にもできるのかどうかっていうところと、あとは法律的にもできるのかどうかっていう課題があると思うんですけど、アメリカの場合にはねこの辺結構やってみなはれっていうような文化がねやっぱりありますから、カリフォルニアとかね、テキサスからもしかしたらそういった機能付きのものが出てくるのか、イーロン・マスクはね出すということをね、2025年にはっていうのを言ってたので、ちょっとここはね期待していきたいなと思っていますね。もしかしたらバージョン14からそういう機能が加わってくる可能性もあるので、ここはね期待して首を長くしてね待っていたいなというふうに思っています。はい。というわけで、今日はですね、テスラの最新 FSD バージョン13についてですね、解説していきましたが、いかがだったでしょうか。今日のですね、お話が良かったら、ぜひですね、いいねとかですね、コメントなんかもいただけると嬉しいので、よろしくお願いします。はい。それではですね、皆さんまたお会いしましょう。エコドライブの鈴木でした。